はい、どうも、こんにちは、こんばんは。ITDR ゲーム情報局の T&K です。今回はライブ配信中に見かけることがある配信者が入力しているキーボードやマウス操作のオーバーレイについてです。この画面の両脇にもマウスとかキーパッドとか表示されていると思うんですけれども、配信の画面上でリアルタイムで配信者の操作状況が反映されるというわけですね。左クリックしたり、右クリックしたり、キーボードの入力をしたり、動画を参考としたい視聴者にとっては嬉しいオプションとなります。実はこのオーバーレイですね、OBS のプラグインを使うだけで簡単にできちゃうんです。しかも自分が使っているデバイスに合わせて自由にカスタマイズもできちゃうんですね。そんな超優秀なプラグインの名前はそのままズバリインプットオーバーレイです。そのままですね。このプラグインを使うことで誰でも簡単にオーバーレイ表示が OBS の中だけでできてしまうので、ぜひこの動画を最後まで見て参考にしてみてください。また、いいねやチャンネル登録で応援いただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは早速 OBS のマウス、キーボードの入力オーバーレイ用プラグイン、インプットオーバーレイの解説をしていきたいと思います。ざっくりですね、必要な手順をまとめてみました。必要なステップは大きく分けて3つです。1つ目が OBS プラグイン、インプットオーバーレイのセットアップ。インストールして OBS にインプットオーバーレイを反映するところですね。で、2つ目が OBS プラグイン、インプットオーバーレイを使って、その中に含まれているプリセット、マウスとかキーボードの中からご自分の環境に合わせて設定を調整する必要があります。場合によってはね、特にカスタマイズが必要なく、もうプリセットそのままの環境でも大丈夫だよという方は、このカスタマイズは必要ありません。で、3つ目が、インプットオーバーレイのソースを実際に OBS 上に配置して完成というわけですね。とてもシンプルなステップになっています。それでは早速、一つ一つね、解説していきましょう。インプットオーバーレイのプラグインをまずダウンロードしてあげる必要があります。今、画面上には GitHub のインプットオーバーレイのプロジェクトが表示されているんですけれども、ブラウザの検索で OBS インプットオーバーレイとすると、インプットオーバーレイの OBS のページが出てきます。こちらから直接ソースコード URL のところに選んでいただいて、この GitHub のページに飛んでくるという形になります。で、この中で tags という中に V5.05 があります。これが今、撮影時点での最新のものになります。この中から、おそらく多くの方は Windows だと思うんですが、Windows であれば、このインストーラーというものをダウンロードして、OBS のプラグインをインストールします。で、もう一つ必要なのが、このプリセットというやつですね。これがマウスとかキーボードの画像とか設定が入っています。この2つをダウンロードしていただいて、まずインストーラーをダウンロードが完了したら、インストーラーをダブルクリックして開いていただいて、あとはもう OBS のインストール先がですね、特に変更していないよということであれば、そのままインストールの手順に従って、インストールを完了して、インストールが終わりましたら、今度はこのプリセットですね。これ ZIP になってますので、ZIP ファイルをすべてを選択いただいて、どこでもいいので、どこか回答してください。後からですね、この回答したものを OBS 上から選択してあげる必要があって、私の場合はですね、この C のプログラムファイルの OBS スタジオ標準インストール先ですね。この直下に回答したインプットオーバーレイ 5.0.5 プリセットを入れています。この中にそれぞれプリセットがあるので、その中から自分に合ったものを選んでいただければ大丈夫です。例えばですね、このハブからでも確認いただけるんですけども、このプリセットですね。このプリセットでどういったものがあるかというと、例えばよくある WASD の移動とかだと、こういったキーの画像が設定されているんですね。ピングファイルです。
この色がついているのがボタンが押された時のカラーリングで、背景色ないのが標準の時の配置ですね。これを同じところにあるこの JSON ファイルというもので、どこのボタンをどこに配置しますよという設定をしています。これをもとにですね、プラグインがヨシナに表示してくれるわけですね。では、実際にですね、どこで編集するかと言いますと、このインプットオーバーレイの Wiki のユーザー時インプットオーバーレイの中に、下の方に行くと、この IOCCT というものがあります。こちらがビデオのチュートリアルがあるんですけど、ぜひね、一度必ずご覧になっていただいた方が良いです。で、この中で自分のボタン配置とか、キーボードに合わせて設定ができます。キーの割り当ては JSON ファイルの方で行うので、これはあくまでも見た目の配置ですね。で、ここの Here というものをやると、このようにですね、テクスチャーファイル、ピングファイル、で、コンフィグファイルが JSON ファイル入力してくださいねと出てきます。で、これがですね、実際に私が今使っている、もう一度出しましょうかね。ちょっと見づらいですけども、これが今実際に使っているオーバーレイの設定画面になるね。右クリックの反応と、キーパッドで言うと、例えば、キーパッドのスティック、もしくは、設定してあるボタンですね。一番左上のボタン。左下、右下。もちろん、こちらの下のボタンも設定できます。サイドボタンも変わります。このようにですね、JSON ファイルと PING ファイルで設定してあげる必要があります。標準で、そのままでいいよということはそのままでも全然大丈夫なので、編集せずにお使いいただくと OK です。まずはね、何かとりあえず試してみるというのもいいと思います。では、実際の編集風景ですで、これが JSON ファイルになるけれども、今、右側に映っているのが、私の場合です。マウスの、もう一回マウス出します。マウスのホルトとコントロールを設定しているのがこの JSON ファイルになります。プリセットの中のマウスだと、このサイドボタンは、マウスのサイドボタン1番、2番で設定されているので、私の場合は編集が必要。なので、ホルトのキーコード、コントロールのキーコードの、これはキーボードの表示を画面 OBS 上で配置をしているだけになります。で、マウスのホイールは大丈夫ですね。この真ん中のところがマウスの標準の例になります。で、これがマウスの本体のテープと左ボタン、右ボタン、ホイール、これが移動エリアですね。で、その中の点です。で、今見ていただいたように、マウスにボタンが、サイドボタン2つ標準だとついてるんですが、それが削除された状態になっています。例えば、元々のファイルだと、オルタネイティブの元のマウス .json、マウス .json ですと、の左、右、ホイールの後にサイドボタンがあるんですね。ここを私は削除して、このオルトボタン、コントロールボタンに割り当てているので、標準のマウスのボタンではないので、削除しています。そうすると、この設定画面のサイドボタンのところがですね、消えているのがわかるかと思います。ここですね。ここの
えたサイドボタンのところに、コントローラーとオルトボタンのオーバーレイを別のものを重ねてるということになりますね。重ねたのがこちらです。これを使ってね、右クリック、左クリック、ホイール、オルト、コントロール、マウス移動。これのね、ジェスチャーがすべて取れていることがわかります。これをどうやるかというと、ここからがステップ3ですね。この設定したものをどうします。どうやって OBS に取り込むかというと、まず、このツール上で変更した場合は、この Export to JSON というものを押していただいて、ダウンロードしていただければ OK です。で、直接 JSON をね、編集している場合は特にダウンロードする必要はありません。で、何か設定を変えた時に、この表示上、ちゃんと意図通りになっているかどうかっていう時には、このリロードをして、もう一度ファイルを選んであげれば大丈夫です。で、今回の私だとマウスのところを変更をかけているので、カスタムした方の、ピングファイルと JSON ファイル。これをね、入れてあげれば大丈夫。これで、スタートとすると変更した後のものが表示されるので、これで JSON ファイルを編集した結果が合っているかどうかっていうのはこちらで確認いただければいいと思います。で、よいしょ。で、OBS の画面を映しているんです。先ほどのようにね、あとちょっと、このように OBS 上でオーバーレイを表示するんですけども、これをどうやるかと言いますと、一旦表示を消しますね。で、今この状態ですと、ちょっと見づらいですけども、ソースボタンを押していただいて、インプットオーバーレイ。で、名前は自由に選んでいただいて、ここで、まず画像のところを選択します。で、よいしょ。今回はこのマウスレッド。で、マウスレッドのですね、このサイドボタンを省いた状態の設定にしたマウス .json が。これを入れると、このように反応して、くれるものが導入することができるようになります。そうですね。例えばこれをですね、サイドボタンを省いたものではなくて、元々の標準のものにすると、サイドボタンが戻ります。ただ、私は今、サイドボタンを押しても、コントロールとオルトに割り当てているので、ジェスチャーの反応はしません。左クリック、右クリック、ホイールは大丈夫ですけど、サイドボタンは割り当てが違うので、反応しない。なので、自分の設定に合わせた JSON ファイルを用意してあげる必要があります。で、これだけだと、コントロールとオルトボタンしかないので、もう一度、インプットオーバーレイを出してあげて、で、先ほどのはマウスだったんですけど、次はですね、この WASD のところの、これかな。いろいろ入っているものがあります。この中に、シフトとコントロールとオルトが含まれてるんですね。これを使わせていただこうということで、この WASD をもとに、欲しいのは、コントロールとオルトだけですね。で、えーと、で、コントロールとオルトは、この WASD の画像の中に、シフトとコントロールとオルトが含まれているので、これを切り出すために設定した設定ファイルを用意してあげて、オルトとコントロールだけをピックアップしてあげれば
このように追加で出してくることができると。これをですね、先ほど追加したマウスのところに重ね合わせてあげれば、これでもバッチリです。もちろん他のボタンに割り当てている場合は書いていただいて大丈夫ですし、ご自分のね、環境に合わせたものをどんどん作っていただければと思います。でキーパッドもやり方は一緒です。このインプットオーバーレイのプラグインのフォーラムのところに、インプットオーバーレイのタータラスプロの素材を配布してくださっている方がいます。これですね。ただ、これはデフォルトだと WASD シフトを中心とした、そのアプリいただいた方のね、設定になっています。もちろんこれだと都合が悪いので、こちらもちょっと私の環境に合わせて用しています。で、私の場合は、どこに何のスキルを登録したかっていう用途で使うことが多いので、何番なのかっていうのを対して意識することはあんまりないです。なので、番号自体をもう消しちゃいました。ただ、そうは言っても、どこのキーバインドに割り当てているのかっていうのは必要なので、その割り当てだけを変更したものを入れてあげることで、アナログスティックの入力であったり、サイドボタン、あるいは1から19までのボタンすべてですね、反応するようになっています。ホイールはですね、もともとアップいただいた方も対応していなかったので、私も使わないので、今はひとまず何も反応しないです。もしね、このホイールのところに何か機能を割り当てるってなったら、こちらの方も何か修正を入れたいと思います。以上となりますね。これが新しく追加したものですね。で、ピングで白で透過してるんですけど、それを、色をね、好きに設定いただいて、カラーキーとかね、入れていただいて、聞いちゃダメか。色補正だ。色補正で、何色がいいかな。ベースを緑にしたいということがあれば、緑色で出すこともできるので、この辺はね、お好みで調整いただければといい。この辺はね、お好みで調整いただければいいと思います。では、ざっくりですが、説明は以上となります。ではね、ざっくりですが、説明は以上となります。このインプットオーバーレイを使って、OBS 上にね、こんな風に表示させることができるので、今までよりも視聴者に寄り添った品ができて、楽しみに、視聴者さんね、楽しみに見ていただけるんではないかと思います。もしよろしければですね、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。それではまた。